追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂第73話。魔王軍の大侵攻。回路のあちこちでバラバラだった防衛線が徐々に一本の硬いライネと変わっていく。即席の結界杭が次々と打ち込まれ、魔族の進路を狭め制限する。矢が空を切り裂き、槍兵が突撃を繰り返し、盾兵が前線を死守した。屋根の上からリーナが精密射撃を浴びせ、後方ではセレスが負傷者を次々と癒していく。そしてユーマは進化させたアイテムを矢継ぎ早に供給し、まるで戦線の血管のように全員に力を送り続けていた。負傷者からの情報を集めたセレスが後方から声を張り上げる。ユーマ、情報よ。この襲撃単発じゃないわ。複数の都市や防衛拠点が同時に襲われているらしい。ユーマは一瞬だけ顔を上げ空を見た。黒雲の向こうでかすかに別の火柱が上がっているのが見える。街一つじゃない、世界そのものが攻め込まれているかのような光景だった。つまり魔王軍の大侵攻か。ユーマの声は低く静かだった。そうよ、各地で同時に部隊が展開してる。私たちが押し返してるのもそのほんの一部に過ぎない。そうか。だがここは絶対に崩させない。その低い声は近くにいた兵士たちの耳にもしっかり届いていた。リーナが矢をつがえたまま屋根の上から声を張る。ユーマ、敵の動きが変わったにゃ。このままじゃ自利品だよ作戦は。ユーマは静かに戦場を見渡した。大丈夫、立て直せる。市民兵と連携して完璧な防衛ラインを作るんだ。彼は両手を広げ、散乱した装備やアイテムに視線を走らせた。剣士隊は西側路地へ急げ、弓兵は屋根上に移動。リーナが援護射撃する。セレース、負傷者を集めて後方に下げてくれとなるのではなく、明瞭で通る声。混乱の中でもその声は不思議と全員の耳に届き、心をつかんだ。次々と装備を進化させ、使えるものに即座に渡していくユーマの姿はもはやただの冒険者ではなかった。混乱を制御し戦場を組み替える本物の指揮官。そして市民兵たちもそれに応じ始める。恐怖に揺れていた目が次第に確信と闘志に変わっていく。これなら勝てるぞ。彼の指示に従え。強力な武器さえあれば絶対に持ちこたえられる。防衛線は破壊寸前からじわりじわりと盛り返した。敵の魔族も動揺したのか、統制が乱れ始める。ユーマは汗に濡れた額を拭い空を仰いだ。重く垂れ込める暗雲の向こうにかすかな魔力の揺らぎを感じ取る。まるで何かがこちらをじっと観察しているような冷たい視線。もっと大きな力が遠くからこの戦場を見下ろしている気がした。ここで踏ん張るんだ。絶対に。そのつぶやきに呼応するようにリーナの矢が雷鳴をまつわってひらめき、魔族の前衛を一気になぎ倒した。戦いはまだ終わらない。だが破壊しかけていた戦線の中に確かに一つの芯が生まれつつあった。戦場の中心に立つユーマ。砕けた瓦礫が粉塵となって舞い視界を曇らせる。ユーマは石造りの屋根に飛び乗りツタの紫外線を一望した。河川が交錯し煙の合間に仲間、市民兵、魔族兵が入り乱れ、権力と悲鳴が絶え間なく響く。結界の光がちらつき破裂する魔法弾の爆音が胸に響いた。セレース、アズマ自治の大疲労確保。リーナは塔から射角を取って援護射撃を頼む。わかったわ、了解にゃ。二人の返事が瞬時に飛ぶ。ユーマの頭にはすでに町全体の俯瞰図が浮かんでいた。どの道が塞がれ、どこが崩れ、どこに戦力を割くか、その全てを
姿を現す。先頭に立つのは日本格の大柄な魔族。全身を黒甲冑で覆い、巨大な斧を軽々と担いでいる。その動きには獣の野蛮さではなく、軍人の精密さと冷徹さが宿っていた。トマータグレブアー、かつて多くの辺境都市を陥落させた魔族軍の隊長格。悪意号令が響くと同時に魔族たちが左右に広がり、完璧な包囲陣形を整える。その瞬間、前線から悲鳴が上がった。これまでの散発的な攻撃ではない、本格的な突破。この町の中心を一撃で制圧する気だ。弓隊の車線を塞ぐように正気の壁が突如出現し、矢が軒並み吹かれる。盾隊の左翼では漆黒の槍を持った魔族が突撃し、市民兵を太い木に吹き飛ばした。地面が割れ、吉の石畳が盛り上がる。前衛の一部が孤立し、隊列が一瞬で崩壊しかける。やばい、押し込まれるぞ。うわー、誰か。援護、悲鳴が連鎖し、混乱が広がる。だが、落ち着け。盾隊は前だ。弓隊は交代しつつ射撃を続けろ。槍隊は中央に集まってくれ。ユーマの声が戦場を切り裂いた。強行に陥りかけた兵士たちの足がたたりと止まる。彼は腰のコーチから小型の補助アイテムを取り出す。青風の旗印、特性掲げた一体の敏捷性を上昇。特性飛び道具をわずかにそらす風のカゴ。これを槍隊に持たせろ。左右から回り込める。さらに盾隊には別の護符を投げ渡す。雷触りの護符。特性先行からの魔法攻撃を雷幕で大幅減衰。盾隊はこれで耐えてくれ。絶対に突破されるなよ。兵士たちが即座に受け取り、表情を引き締める。戦線が少しずつ再現されていく。弓隊が塔の影に対峙しながら車線を確保。槍隊が旗印を先頭に移動開始。いいな。頭上から魔性を牽制できるか。にゃ。任せるにゃ。セレス。結界を中央路地に20で展開。盾隊の退路を守ってくれ。徐々に不信が整う。盾隊が前衛を固め、槍隊が両翼に展開。弓隊が塔から狙い撃つ。即席ながらまるで一つの軍勢のような動きを見せ始めた。そしてトマータグレブアが方向を上げて突撃した。巨大な斧が振り下ろされ、石畳が外れる。雷触りの護符が稲光を散らし、衝撃を減衰させたが、それでも盾隊の列が数歩後退するほどの威力。まだだ、踏ん張ってくれ。ユーマは歯を食いしばる。彼の手には雷光の剣、電撃を帯びた刃が緊張でビリビリとうなる。やりたい。今だ。右から側面をつけ、弓隊は頭上から矢の雨を。青風の旗印が強風を巻き起こし、槍隊の足取りを爆発的に加速させる。いいな、にゃー。塔から雷の矢が一閃。トマータグレブアの肩口に突き刺さり、紫の正気が一瞬だけ無散した。今日のが降り上がる。いいなの2の矢がその軌道をそらし、ユーマは盾隊に退避を指示。セレスが結界を重ね、槍隊の退路を確保。槍隊は左右に分かれろ。弓隊、足を狙え。ユーマの指示が飛ぶたび、戦場の流れが目に見えて変わる。今や全員が無意識に彼の声を軸に動いていた。兵士の一人が息を切らしながらつぶやく。すげえよ、こいつがいるだけで全然違う。まるで歴戦の指揮官だぜ。だが本人は気づいていない。ただ必死に戦況を立て直そうとしているだけだった。トマータグレブアの視線がユーマに突き刺さる。紫の正気がさらに濃く渦巻き、地面がひび割れる。ユーマは剣を構え、深く息を吸った。さあ、大将戦だ。その言葉と同時に
中心でユーマとトマハタグレブアが激突した。雷鳴のような方向が戦場を貫く。トマハタグレブアが強弩を振りかぶり、ユーマとの距離を太息で詰めた。地面がはぜ、枯れ木が宙に舞う。ユーマはその一行を見切り、腰の剣をひらめかせた。カーン、切な斧と剣がぶつかり合い、金属音が耳を裂く。グレブアの一撃はただの力任せではない。斧の軌道に乗せた正気が歯を目し、吐くたびにユーマの腕がしびれる。ユーマは踏み込み、足の指先まで力を込めて剣を押し返す。速い。剣先が滑り込み、強弩の軌道をそらす。反動で生じた隙に切り込む。だがグレブアは反転するように体をねじり、黒い蹴りを放ってき